はい、こんにちは、梅野です。本日は超広角ズームレンズを使ってこの田舎の景色をスナップ撮影していこうと思います。はい、今回新しく購入したレンズが AFS ニッコール 1024mm F3.5 の 4.5 APS-C 用のレンズになってます。ブログの方には、このレンズ欲しいって書いてたんですけれども、最近また中古で購入することができたので、本日この超広角ズームレンズを使って撮っていこうと思います。もっと新しいレンズで 1020mm っていうレンズも出てたんですけれども、そっちは AFS じゃなくて AFP っていう新しい設計のレンズになりますので、この D60 ではその AFP に対応してないので、それよりさらに古いこの AFSの 1024mm のレンズを購入してみました。でそのレンズに、今日風景撮っていくので、変光フィルターを装着して本日は撮っていこうと思います。はい、1枚目ここの踏切を撮っていきましょう。超広角レンズでこのラインのところを撮ってあげると、今の動画みたいにパースが効いた感じになりますので、電車が来たタイミングで撮ってあげるとすごい迫力のある写真が撮れるんじゃないかなと思ったので、ここ撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。画面全体にピントが合うように F 値は11に設定しました。でシャッタースピードが40分の1秒と遅いんですけれども、ちょっと遅くすることで電車がちょっとブレた感じに撮れるんじゃないかなと思ったので、シャッタースピードは遅めに設定しています。で今変光フィルターっていうのをつけてますので、画面がちょっと暗くなってしまいます。なので露出値をプラス 0.7 に設定してマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ちょっと位置的にこの電車の線路のラインを使うことはできなかったんですけれども、F 値11に設定したことで画面全体にピントが合いつつ、シャッタースピードが遅かったことで電車がブレてくれまして、スピード感っていうのが表現できたんじゃないかなと思います。で広角レンズですので、手前にあるものほど大きく、遠くにあるものほど小さく映りますので、電車の形もそのような形になってまして、手前が大きくて後ろの方はちっちゃくなってますので、この電車のラインだけでもパースが効いたような感じの写真が撮れたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの大きな木を撮っていきましょう。超広角レンズなので、木に近づいて真上を見上げると迫力のある木の姿を撮ることができますので、ここ撮っていきます。でかつ逆光になってますので、狙えるならこの太陽のキュピンとした感じ、光上も狙って撮っていきたいと思います。で普通にですね、このまっすぐ来てこう撮るのが王道なんですけど、ここに電線が入ってるので、この横の方にこの電線が入るといまいちなので、角度を変えまして、左下斜めの方から上に入っていっているような角度を狙って、かつ太陽が入るところを探して撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。ここ F 値13に設定して、木の下の部分から上のところまでピントが合うようにしていきます。暗い場所になるのと F 値13まで絞って撮っていくので、シャッタースピードが遅くなります。なのでここは ISO400 に上げて、シャッタースピードが20分の1出るようにしています。露出はマイナス 0.3 のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は画面のど真ん中ぐらい、幹の中央ぐらいですね。そこにピント合わせて撮っています。F 値13まで絞って撮ったことで、下の方から上の方までピントがあった写真になっているんじゃないかなと思います。また太陽のこの木漏れ日というか、そこが F 値上げたことによって光上になってくれてワンポイントになっているかと思います。で通常通りの、王道な構図で撮ってしまうと、ここの場合は電線が入ってしまいましたので、画面の左下から右上にかけて
こう木が伸びていっているようなアングルで撮影してみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。まっすぐに続いている、立派なあぜ道みたいなところがありますので、ここ撮っていきます。でここはシンプルに、縦構図で、こういう横のところ、こういう景色とかこっち側の部分とかはあまりいりませんので、縦構図でこの道を大きく撮っていこうと思います。でこういうとこ撮るときは、構図で言うと、日の丸構図、ど真ん中にこの道路の、終点ですね、この線の終点を置いて、で放射線構図みたいにこう伸びているのを、強調してあげるといい感じに撮れますので、こういう道であったりとか、お寺とか神社のこう参道とかそういうところで使える構図になりますので、ぜひ真似してみてください。はい、カメラの設定していきます。ここは全体的にピント合わせたかったので F 値20まで上げて撮っていきます。さすがにシャッタースピードが遅くなりますので、ISO感度は400まで上げて、シャッタースピードは80分の1秒出るようにしています。露出マイナス 0.3 のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、といった写真がこんな感じになります。ピントの位置はこの道路の終着点、一番奥の部分ですね。で画面でいうとど真ん中、そこにピント合わせで撮っています。ピントを合わせる位置は結構奥なんですけれども、 F 値20に設定したことで手前の方からピントが合っているのがわかるかと思います。でこの地面のところにこの地面を補修したこうタールの跡があるんですけれども、それも綺麗だったので、アスファルトに比べて黒くてこう奥についた線になっていまして綺麗だったので、これも含めて撮っています。構図はもうシンプルに日の丸構図、ど真ん中のところにこの道路の終着点を置いて、あとは放射線構図みたいにこう線が伸びてきているのを含めて撮っています。で撮る前に言ったように、この構図は神社とかお寺とかそういうところの参道とかでも使いやすいですので、そういったところに撮影に行った時はぜひ使ってみてください。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。ここも道路が続いてまして、で舗装されたばっかりぐらいで白い綺麗な色してますので、そこにこの1本生えている木の影が落ちて綺麗だったので、ここ撮っていきます。この木のこっち側は映さなくてもいいかなと思うので、縦構図で撮りたいところだけを切り取って撮っていきます。はい、カメラ設定していきます。F 値は14に設定して全体的にピントが合うようにしていきます。シャッタースピードは40分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出はマイナス 0.3 マルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は道路のど真ん中付近にピントを合わせて、手前から奥の方まで全体的にピントが合った写真にしています。F 値は14まで上げて撮りましたので、狙い通り全体的にピントが合った写真を撮ることができました。で縦構造を使ったことで木の左側の映したくないところとか右側の田んぼの部分、そこは大きく入れる必要はなかったかなと思ったので縦構図にしています。で僕が撮りたかったこの白い道路が奥に続いている感じと左側にある木の影が道路に落ちている、そういう綺麗なところだけを撮りたかったので縦構図でここだけを切り取って撮ってみました。で細かいこと言うと、道路のところと、空の部分、ここは縦の2分割で撮っていますので、広角で撮ると結構こうごちゃごちゃした写真になるとは思うんですけれども、細かいところを気にしてあげることで画面を整えるというか、そういうことができるんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。ここの道が急なカーブになってまして、左に曲がって右に曲がってますので、綺麗に S 字のラインがありますので、ここを切り取って撮っていきたいと思います。横構図と縦構図両方で撮ってみて、一番なんか迫力があるというか、
この曲がりの感じが表現できる方を採用して撮っていきたいと思います。はい、ここは手前から奥までピントを合わせていきたいので F 値16に設定しました。シャッタースピードは30分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出はマイナス 0.7 に下げて、アスファルトの照り返しが白飛びするのを防いでマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。縦構図か横構図かどっちを採用しているかわからないんですけども、ピントの位置は道路のど真ん中付近にピントを合わせて撮っています。で、F 値を絞って撮ったことで手前の方から奥までピントがあった写真になっています。で、ちょっとこの横の塀みたいなところに上がって、でハイアングルから下を覗くような感じで撮りましたので、道路の S 字が綺麗に表現できているんじゃないかなと思います。でどういうレタッチしてるかわかんないんですけども、普通にレタッチするかノスタルジックな感じにレタッチするのか、影の感じも綺麗なのでモノクロにしてもいい感じになるんじゃないかなと思います。はい、本日は新しく購入した 1024mm の超広角ズームレンズを使って写真を撮ってみました。購入して、今日が初めての撮影になりましたので、まだちょっと使いこなせてない感はあるんですけれども、超広角ならではのこのパースが効いた写真であったりとか、今までよりも広い範囲を写すことができますので、そこを整える工夫であったりとか、今までの撮影に比べると考えるところとかも多くあったので楽しく撮影できたかと思います。これからどんどんこの広角ズームレンズも使っていって、このレンズに慣れていこうかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will play. In the twilight's gentle glow, where emotions overflow. Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let